大久保利通の富国強兵政策。イントロダクション。大久保利通といえば、日本の近代化を牽引した一人であり、その政策の一つに富国強兵があります。しかし、富国強兵政策が具体的に何を意味し、どのような影響を及ぼしたのかを理解するのは、難しいかもしれません。この動画で弾んだ門と四国メタンの対話を通じて、富国強兵政策を具体的に解説します。さらに、その政策が日本の近代化にどのように寄与したのか、どのような問題点があったのかについても詳しく見ていきましょう。富国強兵政策とは、富国強兵政策って何なのだ。それは大久保利通が推進した政策で、文字通り国を富ませ軍を強くするを目指したものよ。具体的には産業の振興や税制の改革、軍隊の近代化とかが行われたの。この政策は幕末から明治時代にかけての日本の大転換期に実施されて、日本の近代化を大いに進めることになったのよ。富国強兵政策の具体的な内容。どういうことをしたのだ。例えば産業の振興では新たに製鉄所や造船所が作られたの。これによって日本の産業構造は大きく変わって経済の発展につながったの。税制の改革では不益という人々の労働に対する税を廃止して、地租改正を言って土地に対する税制を整備したの。これによって農村経済が安定して国の財政も安定したの。それから軍隊の近代化では西洋式の軍政に改革して兵役制度を導入したの。これによって日本の軍事力が飛躍的に向上して国際社会での地位も向上したのよ。富国強兵政策の影響。それってどういう影響があったのだ。大きな影響としては日本の近代化を大いに進めたことね。産業の発展や税制の整備は経済を安定させて、軍の近代化は日本の国際的地位を高めたの。ただ一方で地租改正は小作人の負担を増やして社会的な格差を生んだという指摘もあるの。それから軍事力の増強は明治政府の中央集権体制を強化する一方で、地方の自立性を奪って地方の負担を増加させる結果になったという視点もあるのよ。まとめ。大久保利通の富国強兵政策は、産業の振興、税制の改革、軍隊の近代化を通じて日本の近代化を進めました。その結果、日本は経済的にも軍事的にも大きく発展し、国際社会での地位を向上させることができました。しかし、その一方で社会的な格差を生む結果となったという指摘もあり、その評価は一概には決められません。政策の影響は一面的なものではなく、多面的で複雑なものであることを理解することも重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。